パキッと感あるんですけど、すごいジューシーに感じるというか、ちょっと洋風なテイストも感じる。シンプルにうまい。うまっ。プリプリたまらないですね、このプリプリ感が。そうですね。箸で持った瞬間に分かりました。ポン酢美味しいですね。ありがとうございます。これも酸っぱすぎないポン酢。そうなんですよ。もう野生味がすごいですね、特有の香り。クジラは本当肉でもなければ魚でもなく、本当中間ですよね。舌にまとわりついてくる感じというか、舌とフィットするんですよね。いわゆるつるっと系と呼んでるんですが、クジラの飲み物、いやうまい。寿司朝日さんは、来たいってなったら予約はどうやったら取れますか？電話いただければ、ネット予約だと食べログ、テーブルチェック、あとは一気。結構いろいろそうですね。門戸は開いて、何ヶ月先までとかっていうのはあるんですか？いや全然特にないです。じゃあ別にちょっと先でも行きたいってなれば。来店の時間もバラバラで、一斉じゃないんだ。全く、一斉じゃない。嬉しいです。千葉大原です。最高級じゃないですか。重量どれぐらい？ざっくり700ぐらいです。700アップ。ふわふわ。溶け方がすごいですね。うまっ。皮がカリカリで、身質ふわふわ。いわゆる外カリ中ふわ。スタートが何時から？スタートは5時。5時。一応10時閉店なんで、9時ぐらい一応ラストっていう感じなんで。定休日はありますか？定休日日曜日です。日曜日。で、営業時間は基本的にはもう夜のみ。夜のみです。夜のみ。で、土曜日は昼の部やってるんですけど、ご予約をいただいてやる感じです。で、今その夜のお任せはいくら、もしくはいくつか種類があるかも含めて。握りのコースっていうのが1万5000円、あとつまみがつくコースが2万円。それぞれプラス税。なので税込み握りコースだと1万6500円の、今日いただいたつまみの付きだと2万2000円。2万2000円。で、そこにお酒とか追加代でっていうことですね。いわゆるちゃんと水分を残してるタイプ。そうですね。めちゃくちゃ油乗ってるように感じるんですけど。乗ってますよね。乗ってますよね。油乗ってます。だから仕入れは基本もう基本豊洲で。豊洲です。ここはこだわって仕入れたいネタでいうと何ですか？光り物はもう絶対的。小肌とかアジとか。そうですそうです。
大げさに言うと、はい、ちょっとニシンみたいな感じです。ああ、そうかもしれないですね。油感が油に乗ってますもんね。はい、それやっぱ赤いネギでうまく嫌気を消してくれるけど、はい。これも塩当てのちょっとまだ風味が残ってますね。はい、皮は剥いでるけど、はい、皮岸のコリッと感が。そうですね。この初夏の夏に入るカツオは初なのか戻りなのか微妙ですよね。間ぐらい。そうですね、間ぐらいですね。だから結構皮岸結構油すごい乗ってるんですよ。めちゃくちゃ色気ありますね、このカツオ。見て興奮してきたわ。噛む必要ない。濃い。濃いですよね。美味しいです。包丁しっかり表と裏に入ってましたね。はい。表がカノコで裏って縦に縦で入れてます。糸状というか、はい、外じゃなくて真ん中の甘いところですね。そうです。表面はソイじゃん。甘い。中がすごい甘い。口どけがせいですね。そうです。これも噛む必要がない。答え同じですよね。同じです。酸味もまあちょっと後半くるんですけど、はい、甘い感じにやっぱなりますね。シャリがめっちゃいいです。ありがとうございます。マグロにすごいハマってると思います。馴染んでいく、馴染んでまとっていくっていうか、油がシャリに。で最後ちょっとだけまたシャリの数粒ぐらいが残ってて、はい、でもそれがマグロのうまみ油が浸透してるのをちょっと噛んで、幸せみたいな、はい、この3連チャンはセクシーでしたね。色気がすごかった。2日3日。そうですね、3日ぐらい寝かしてます。でも皮目が最初まだ食感が残ってました。そうですね。やっぱり今の時期どうしても小肌一番弱い時期なんで、塩はもうなるべく抑えて酢を多めにしてますね。でもしっかりまだ食感がそうですね、残ってる。ますね。甘っ。ちょっと半生って言うと言い過ぎですけど、そうですね、低温でちょっと柔らかく、はい、とろっと感があって硬くないです。でも結構しっかり味入れてますね。結構濃いめにしてます。濃いめですね。はい、
海苔のまず香りと歯切れがきて、で一噛みやっぱかんぴょうガッと噛んだ時のしっかり食感あるんだけど、でも硬っていう感じじゃなく、でそのかんぴょうのジュワッとしたジューシーなうまみがシャリと海苔とまたあって、ちょっとわさびの香りもきて。カステラでもあるし、スフレというかパウンドケーキみたいな、そうですね、スイーツ寄りの玉だな。そうですね。お米はちなみにどちら？これはね、宮城の笹錦。結構王道ですね。はい。気持ちでもまあ今もう時間経ってるんだけど、やっぱちょっと固めですよね。ちょっと固めですね。輪郭がはっきりしてる感じで、全く食べ飽きてないですよ。一番こだわりっていうか、そこに一番徹してるっていうのもありますね。でもやっぱりしっかり塩味があって強いネタとか負けてないですよ。01っていうのは何でしょうか？これは競り番号1番です。だからトップです、1番。本当スポットで毎回じゃないですけど、買ってるんで。2粒でこの大きさだもんな。神々しいキング。マグロももちろん存在感あるんですけど、このやっぱ紫の粒大きな別格に存在感が大御所って感じがします。しっかりしてるわ、粒がずっしりしてますね。一番幸せの一貫ですね。本当ですか？すごいこうでも儚いというか、もうほぼ噛まずに5秒ぐらいで口の中がなくなってたんですけど、これ口どけはいいですよね。めちゃくちゃいいです、残らない。記憶に残る紫が。本当ですか？はい、めちゃくちゃ美味しい。大粒の感じって、いい意味で言うとビター感があるんですよ。でもビター感濃すぎないですよ。濃いとちょっとくどいっていうか、なんかそれがないです。やっぱちょっと泣きそうですね今。こんなすごいウニほぼないですよ、こんな体験は。天身ですね。はい。めちゃくちゃ赤い。赤身のサファイアですね。実際仕入れられる時っていうか、仕入れて作り手として味を見るじゃないですか、マグロも。大将の中での味がいいっていうのって、マグロの酸味とか食感とかあるんですけど、どこを見てますか？ちょっとやっぱ酸があるのが好きですね。どっちかっていうと夏マグロの味がする。酸味系ですね。めちゃくちゃ酸味ですね。これ漬けてないですよね。漬けてないです。フレッシュだけど味濃いし、ファーストバイトの瞬間にもう酸味が夏って感じ、ザ赤身って感じ、ザ天身。そうですね。めちゃくちゃ美味しいです。シャリもすごい合ってると思います。ありがとうございます。いや最高っすね。これ超高級じゃないですか。マグロ太い。最高級鉄火巻きだなこれ。今シーズンベスト鉄火巻きっす。本当ですか？この天身のやっぱ味の酸味の濃さと、これだけやっぱり太く入れていただいてるんで、これぐらい入れないと結構海苔香り強いんで、多分マグロが爽やかなんで。うますぎるぞこれ。バランスとしてはちょっと多めに入れた方がいいかな。でもやっぱこの夏の天身なんで、赤身の酸とシャリの塩味と海苔の磯の香り、またちょっと特別な鉄火巻き。この季節しか食べれない。やっぱり握りと違いますもんね。全然違う、うまい。赤身が本当に特徴的ですね今日のは。いや大将本当に美味しいです。いや大将今日ごちそうさまでした。ありがとうございます。お寿司にした時のフォルムの美しさにすごく目を引かれたんですよね。すごい色気があってバランスが取れててネタとシャリのバランスがもうすごい黄金比みたいな。余計に美味しく見えたし、実際食べた時にネタとシャリのバランスもすごい美味しく感じてたので、お寿司朝日さんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされているところってどんなところですか？シャリですかね。シャリ、しっかり寄り添えるようなシャリを作りたいっていうのはものすごくこだわりが、あると思います。
硬さもそうだし塩味酸味もそうだし、はい、でも食べ疲れしないっていう派手なことせず、ね、はい、素材の良さをそのまま出すっていう。これからの季節はどんどんこうまた強くなっていくかなって感じですよね、ネタも、まあそれに寄り添えるようにシャリもバランスを整えてやらさせていただきたいなと思ってます。丁寧に対応してくださってありがとうございました。もういや本当に美味しかったし楽しかったです。また今後ともよろしくお願いします。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。